こんにちは、音丸の山内です。先日のドラム研究会で収録した音源の中からスネアに焦点を絞って分析会を先日行いました。分析会はまだ10月にももう一回やるのですが、この分析会の目的は実験結果から何が読み取れるか、そこに何か傾向があるなら次の実験会で再現できるような仮説を立ててみようという感じです。この動画ではその分析会の中から一部の内容を抜粋してみようと思います。何か実験を行ったときはですね、その実験内容を分析して、で、分析した結果からですね、仮説を立てて、その仮説からさらにまた検証していくっていう、この一連の流れがですね、大事なポイントかなと僕は考えてます。で、今回の実験で使用したスネアはですね、ラディックというメーカーのメイプルシェル、木製のシェルなんですけども、これが金属製のシェルになった時にですね、木製のシェルと同じ傾向が出るならば、それはスネアという楽器の特徴と言える可能性がありますよね。そしてもしかするとスネアに限らず、タムやバスドラムにも似たような結果が出れば、ドラムセットの太鼓類すべての特徴や傾向が見えてくるっていう可能性もあるんじゃないかと、そんな予想を立てて実験していきたいと思ってます。今回分析する実験会の音源は取っかかりとしてまずはざっくりとドラムセットを把握したいっていうことで、ドラマー視点、レコーディング視点、ミックス視点、これらが全部ごちゃ混ぜ状態で始めてますけども、それらが別々の話ではなくて共通の話題として話せると嬉しいなと思ってるんですよね。レコーディングの時って結構曲のキーに合わせて太鼓をチューニングしたりっていうことありますけども、太鼓ってそもそも音程が分かりにくくないですか？音が低くなった、高くなったっていうことはですね、おそらく分かりやすいとは思うんですけれども、でも歌や音程感のある楽器と比べると、太鼓類はどこに音程を感じてチューニングしているのかっていう、そのあたりがふわっとしちゃうこともあるんじゃないかなと。そこでですね、今回の分析では、倍音構成というものを分析してみたいなと思ったんですね。倍音っていうのは、音程の基準となる気温、この気温の上に何倍の周波数の音が重なっているよっていうお話なんですけれども、2倍、3倍、4倍っていう整数字倍音、整数の場合ではない非整数字倍音、ざっくりとこの2種類に分けられると思うんですけども、整数字倍音が並んでいる方が音程感は感じやすいんじゃないかなと思います。で、説明を今回はここら辺かなりはしょるので雑ですみません。で、太鼓やシンバル、ドラムセットは非整数字倍音の割合が多いかなと思います。そのあたりを一旦見ておきたい。で、そしてそこに規則性はあるのかというところをですね、実際の収録音源から読み取ってみたい。そんな風に思ったんですね。で、仮にですね、分析の結果、規則性なんかないよって結果が出たとしたら、それはそれでいいんじゃないかなと。ワンピースっていう漫画で主人公のルフィがですね、海賊王の元クルーと会うシーンがありまして、元クルーのおっちゃんが言うんですよね。私たちは世界を見てきた。世界の秘密も知っている。君たちは今ここでその秘密を知りたいと思うかね？知りたいなら教えてあげよう。っていう感じで言うんですよ。そこでルフィは言うわけですよ。俺はそんなもん知りたくねえ。ワンピースが実在するのかすら知りたくねえ。そんなもん知るくらいなら、俺は海賊も旅もやめるってこんな感じで答えるわけですね。で、僕もですね、実験や研究に対しては、結構同じような気持ちがあるかもなーって思ったんですよ。間違ったり的外れな仮説を立てたりしてもですね、実験、分析、仮説、検証ってこれらのプロセス自体をですね、音丸では一つ一つ楽しんでいきたいなと思います。ではスネアの分析に行こうと思うんですけども、この動画では内容を一つに絞って、この間の研究会で基準の音としたマイクの位置で、ヘッドの中心、ヘッドの中心から少し外したところ、さらに外してエッジに近いところ、オープンリムショット、クローズリムショットっていう、この5種類の音から倍音構成をたどっていこうと思います。まずはこの5種類の音普通に聞いてみますと、こんな感じで並べて聞くとすごいわかりやすいですよね。皆さんはどんな印象がありましたかね？
だんだんと音程が高くなっていっているような、そんな気もしませんか？で、音程が高くなるように感じる要因っていうのが、これこそ倍音構成なんじゃないだろうかっていう感じでですね、今回分析会で倍音構成を見ていきたいなと思ったんですね。では、ちょっとその倍音構成をですね、周波数の低い下から順番に聞いていこうと思います。で、この画面はですね、アイゾトープの RX っていうソフトなんですけども、画面の下の方が低い周波数、上に行けば行くほど高い周波数っていう感じで見る画面なんですけども、色が濃いところが音量が大きいという感じですね。で、色が濃いところがだんだんに重なっていると思うんですが、これらを倍音として捉えて、下から順番に聞いていこうと思います。どの音でも共通して色が濃くなっている一番下のあたりっていうと、ここら辺かなと思うんですけれども、このあたりは 160Hz から 200Hz あたりなんですが、ここはですね、正直他の色が濃くなっている部分と比べて音が短いですね。音が持続せずにすぐに途切れてしまっているっていうのが見てわかると思うんですけども、これ左右が時間軸ですね。で、ここは正直ですね、音程の基準となる気温というよりは、打撃音、アタック音かなと思うんですよ。ちょっと聞いてみましょうかね。一番低いところに気温があって、その上に倍音が重なっていくっていう感じだと分かりやすいと思うんですけども、打楽器ならではのアタック感と音程を見る上での気温、このあたりの認識が制作過程においてそれぞれの持ち場で、共有できていれば制作がスムーズかなというふうに思ったりします。で、次に色が濃いところを見てみると、先ほどの音よりは音が持続していて、で、どのポジションを叩いていても、均一というか変化があまりないように感じますよね。で、ここの周波数を見てみると、250から 270Hz という感じで、今回の音源ではですね、曲のキーを C と仮定していて、C というと約 260Hz なので、だいたいこの辺りに当てはまっているかなっていうことで、ここが気温なんじゃないかなって捉えていいかなと思います。で、ここの音を聞いてみるとこんな感じですね。はい。では続けて聞いていきます。次はこんな感じですね。で、次がですね、475ぐらいから500あたりなんですが、このあたりになってくると、気温の2倍、第2倍音と呼ばれるようなあたりに入ってくるかなっていう感じです。こんな感じですね。はい。では次は気温から数えて4番目に色が濃いところですね。この4番目と言いつつ、気温の4倍である第4倍音とは別の意味で4番目に色が濃いところって言っているだけですので、そこはちょっとごっちゃになりますが、ご容赦ください。ではこんな感じです。はい。続けて5番目に色が濃いところはこんな感じですね。で、続けて6番目に色が濃いところは気温の3倍、第3倍音あたりの周波数かなっていう感じですね。こういう音ですね。はい、続けて7番目に濃いところはこんな感じです。で、続けて8番目に色が濃いところはだいたい気温の4倍、第4倍音に近づいてきているあたりの周波数になります。こんな感じの音ですね。続けて9番目もですね、第4倍音に近いあたりかなと思います。こんな感じの音ですね。で、続けて10番目はこんな感じですね。で、続けて11番目に色が濃いところは気温の5倍、第5倍音に近いあたりかなっていう感じで、こういう音ですね。はい、続けて12番目はこういう音です。
で、次は13番目なんですが、この辺りまでにしておきましょうかね。13番目は気温の6倍、第6倍音に近いあたりの周波数かなっていう感じで、こういう音です。はい、という感じなんですけども、ちょっともう一回元の音を聞いてみましょうかね。改めてこう見てみると、気温と捉えてみた音は、どのポジションを叩いても均一になっていますね。で、それ以外に何か特徴がありそうなところって、こう、パッと見た感じですね。ヘッドの中心から外側にどんどん外れていく、エッジ近辺に近づいていくにつれて、この辺りの部分が変化がありますよね。これはもうパッと見てもわかる大きな変化だと思いますので、これはスネアの特徴と仮定できるかもしれないですね。はい、ということで仮説を立ててみたいと思います。ヘッドの中心からエッジに近づくにつれて、中心からどんどん外れていくにつれて、3番目と4番目あたりの倍音が強くなる。で、大体これは気温の2倍、第2倍音近辺の音かなっていうところですね。で、もう一つが、7番目から11番目あたりの倍音が強くなる。で、7番目あたりが気温の3倍、第3倍音あたり。8番目と9番目あたりが気温の4倍、第4倍音あたり。で、11番目あたりは気温の5倍、第5倍音あたり。ということなので、7番目から11番目はだいたい気温の3倍、4倍、5倍あたりっていう感じで捉えるといいのかなと思いました。で、あとはオープンリムショットはもうまんべんなく倍音強いなっていう感じなんですけども、オープンリムショットっていうのはリム、エッジ部分の縁の部分とヘッドの中心部分を同時に叩いているような奏法なので、ヘッドの中心からエッジの方にずれていくにつれて増してきた倍音がオープンリムショットでも多分に含まれてるっていうのは割と傾向として理にかなっているかなっていうふうに捉えました。はい、ということで今回はスネアの倍音構成についてはこんな感じの仮説を立ててみました。あとは聞いていて聴感としてどんな印象があったでしょうかね。結構第3倍音を超えて第4倍音あたりになってきますと、不協和音というかミュートを試してみたくなるというか EQ で削ることを検討したくなるみたいな、そういう方も増えてきそうかなと個人的には感じる音の成分かなっていうふうに思いました。で、もし聞き取りにくいとか倍音ってよくわからないなっていう場合はですね、とりあえず何度も何度も繰り返し聞いてみると慣れるかもしれないので、ちょっとこんな感じで聞いてみてください。まずは元の音をこういう風に並べて聞いてみて、で続けて4番目に強い倍音を聞いてみましょうかね。こんな感じですね。で、今聞いたような音の成分が元の音で聞き取れるかもう一回聞いてみましょうかね。じゃあもう一回倍音だけを聞いてみます。はい、今の倍音が元の音で聞き取れるかもう一回聞きます。はい、こんな感じでですね、何度も何度も繰り返し聞いてみると慣れていくと思いますので、ぜひこの動画も活用して再生バーを戻してみたり、進めてみたり、もう一回元の音を聞いてみたりっていう感じで使ってみてください。で、もともとの一つのスネアの音の中にですね、いろいろな音の成分がこういう風に混ざり合って成り立ってるんだなっていうのをですね、なんとなくでも聞こえるようになってきたなっていう風に感じ取っていただけると嬉しいです。はい、という感じで分析会の中から倍音構成の内容について焦点を絞って動画にしてみましたけども、皆さんの印象はいかがでしたかね。音丸内の配信ではこの他にですね、マイクの角度による変化とマイクの距離による変化も同じように分析したんですよね。で、10月に行う分析会では引き続きスネア分析としてミュートによる変化を見てみます。で、これらの分析で立てていった仮説をですね、今度11月10日に都内のスタジオでドラム研究会ボリューム2スネア深掘り会としてまた実際に音を録音して実験してみようと思います。ご興味のある方はぜひ山内まで DM をいただければと思います。
という感じで今回はここまでとなります。で、この YouTube のチャンネルにですね、チャンネル登録とか高評価をいただいてとても嬉しく思います。他にもですね、いろいろとドラム以外もですね、企画準備を進めていますので、今後ともお楽しみいただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。